皆さんこんにちは、ヨンジョンです。今日はほうれん草ナムルの作り方のコツを教えたいと思います。シンプルなナムルこそコツはとても大事です。私と作れば時間が経ってもシャキシャキでコクがあるほうれん草ナムルできます。全体的の流れやレシピは下のブログをクリックしてご覧ください。早速始めます。ほうれん草です。普通のほうれん草です。1束分ですね。じゃあこれ茹でるんですけれども、もうすぐにコツきます。皆さん茹でることもコツになります。皆さんより私断然短いと思います。茹でてるふりだけします。そっちの方がナムルにしてもずーっと歯ごたえが良くて、ほうれん草の香りもずーっといいです。じゃあ沸いてきたので入れてみます。塩入れてるしますけれども、私はあんまり入れないです。入れても入れなくてもあまりわからないので、コツさえ覚えてください。じゃあそのまままず芯のところ入れます。ひっくり返します。1、2、3、4、5秒でいいですね。あと全部入れます。ひっくり返します。1、2、3、葉っぱ入れたら3秒でいいですね。これでいいです。これすぐ出して、ごめんなさいね。すぐ水に洗ってきます。流水にちゃんと洗ってきました。何回も洗ってください。冷たくなるまで洗ってください。またコツです。皆さん絞る方でほうれん草の味が決まると思ってください。しっかり絞るのがやっぱり大事です。水が出てくると味が薄くなります。元気もなくなります。しっかりしたナムル作りますね。ここで皆さん絞る時見ると半分ぐらい切っていただいてぎゅうぎゅう絞る方もいますし、このまますごく絞る方もいますけれども、ちゃんと水が出る入り口作ってあげましょう。そのためにナムルの長さとしてもやっぱり3等分ぐらいがちょうどいい気がします。3等分に切っていただいて、あとここもったいないんですけれど、とっても美味しいところでとっても栄養もあります。よかったらここもぜひ入れて食べてくださいね。このままだったらちょっと色気ないので、これ半分に切って入れると可愛いです。あと一番甘いところですので、ぜひ食べてください。じゃあここは一回ちゃんと絞って入れます。じゃあこの3等分また皆さんね、力あるの分かりますけど、これ全部やるとやっぱり真ん中とか甘いので、ちゃんとこれも3等分分けてしっかり丁寧に絞ってほしいです。一回ギュッと絞って終わりじゃなく、一回ギュッと絞ったらちょっとこうに変えながらやると水がどんどん出ます。私はギュッと絞る感じにして5回ぐらいやってます。もう一回見せます。こうに手の位置を変えながら、コツですね。これで味が最後までしっかりして美味しいです。よくナムルを作るので、ごめんなさい、腕の筋肉が立派ですね、自分も。はい、できました。こうしてちゃんと絞ったら、ここからも味付けするんですけれども、味付けにもコツがあります。味付けします。足したなければ中華の素でもいいです。本だしは和風になっちゃうので、鶏ガラスープとかの方がおすすめですね。にんにく、塩少しでちょっとあえてみましょう。この3つだけ入れてあえますけれども、皆さんあえるのを見るとこんなに優しく、なんか傷つけたら悪いなみたいな感じでやりますけれども、あえ物もある程度気持ちいいくマッサージするみたいにもみもみしてくれた方が中までしっかり味が浸透しますので、もうそこまでずっともみもみしますか？するまでします。なのでこれもコツです。よくもみもみして味が染みるようにしましょう。で
好みで皆さんがごま油とか入れていきます。でやるとごま油少しかけてまたもみもみします。あんまり力は入れてないんですけれども、あんまりゆるゆるこんな優しくもしてません。それもコツです。じゃあこういう風になったら好みでまたネギ入れるともっと美味しく見えます。いりごまとかもちょっとたっぷり入れます。これでほうれん草ナムル出来上がりです。ネギがあるともうちょっと美味しく見えませんか？唐辛子このかけるのもいいですよ。